皆さんこんにちは。いつもご視聴ありがとうございます。道楽親父です。今回ようやっとちょい乗りに手がつけられるという、まあ嬉しい。いやもう久々ですね、ちょい乗り。これね一からというかまあひどい車体なんですよ。というわけで始めていきます。何がひどいかと申しますとですね、これ5年6年ぐらい前にうちの妻が、愛用してたちょい乗りなんですが、職を変えましてね、5、6年前じゃないな、もっと前ですか、乗らなくなってしまったんですよね。で、乗らなくなってからずっと放置してそのままという、もう本当にね長期不動車ですね。なんでね、いろいろ問題があるんですが、一つ一つ片付けていこうかと思っております。まずタンクなんですが、多少の錆だったんでね、このままとりあえずはいっちゃいましょうかねということで、まず最初に始動の確認、それからやっていきたいと思っております。キャブの方ばらしていきます。でとりあえずまずは燃料の方からで、なぜか燃料が空っぽなんですよね。とりあえずこの方はね不圧コックなんですが、コックに原因があるのか何なのかちょっとトラブル抱えてそうですね。キャブレターの方もね、私記憶ないんだけどなんで外してたんだろうと、こんな感じで敷地の端っこに置いときました。敷地のね端っこにね笹が植わってね、その葉っぱがとにかくすごい。とはいうもののね、エンジンの外の部分なので始動には関係ないということなんですが、あまりにもね汚いんでね、ちょっとエアーで吹き飛ばしていきます。とにかくこれね、外でやるメリットというか利点というかね、ほんとね葉っぱを気にせず飛ばせるという。マフラーね、マフラーがねえんだ。多分マフラーを外したのは私本人なんですが、全然記憶にないんですよね。しかもマフラーが見当たらないという。それはさておき、今回はですね、前回アドレス V100 の時は新品のナットとかをボルトとかをね揃えてしまったんですが、あまりにもお金がかかるということで、これヤフオクで売ってたボルトナットの、ショートパーツのセットを購入しました。これ安かったですよ。100円プラス送料。送料の方が全然高いんですけどね、全部買うよりははるかに安いということで購入しちゃいました。ですがですね、画像をご覧の通りあんまり入ってないんですよね。こんなもんじゃ1台は組み立てられないんですが、それはね必要なナットがあれば私はそれで満足だったんで、これはこれでよしとしましょう。今日の本題でもある、始動確認のうちに一番重要と言っても言い過ぎじゃないぐらい重要なキャブレターですね。ちょい乗りのキャブ、これほんと変わってますよね。いろいろ注意点もあるんで、そこら辺もお話ししながらばらしていきます。で搭載されてるキャブレターなんですが、これ VM の12って言って、12パイの小さなキャブですね。でバリアブルなんだっけマニホールドいわゆる直引きってやつですよね。バリアブル可変っていう意味みたいなんですけど、要は直引きのキャブってことですよね。で 12mm の、内径という、小さなキャブレターですよね。出力をこれあえて抑えてるのではないのかなと推測されます。キャブの径をでっかくすれば当然力も出るんだろうし、回転も上がっちゃうんだろうけども、そうするとね多分オーバーレブしてね中の機械を壊してしまうのではないかというか、これなんかねOHV なんでね、そもそもな話ね、カムギアってあるんですよね。このバルブを動かすためのカムのギア、これなんかもねプラスチック樹脂ですから、プラスチックっていうか樹脂ですからね、そんなもんでね、あえてそういった仕様にしているのではないのかなと。話すとねちょっとめちゃくちゃ長くなっちゃうんで、簡単にというか適当じゃないなですが、VM のキャブっていうのはどちらかというともうレスポンス重視というか、よくツースト原付のツースト多いですよね。なんでレスポンスの良さと、あと不圧が低いんですよねツーストって。そういうのにもねこのバリアブルというかリニアに反応してくれるっていうんで、ちょっと選べるのが多いのかな。でそれに相対してCV の方はどちらかというとねすごく要は、流量に対してピストンが上がったり下がったりするんで、マイルドなこの仕様になると、いわゆるフォースト向きというか、そんなざっくりとした説明ですみません。
そもそもホーストなんかしっかりバルブが閉まるんで負圧も高いんですよね。なのでそういった意味もあっておすすめなキャブレターっていうかね、選ばれている理由の一つなんじゃないのかなと。レーシングカーで直引きの、キャブレターのレーシングカーって最近ないか、インジェクションかだけど昔本当にキャブの時代なんかね、直引きのキャブなんかよくフォーストに突っ込んでたりとかっていうのはありましたね。すいません、どうでもいい話してる間にどんどん進んじゃって、とりあえず今細かい部品、真鍮製のジェット類だとかを、キャブレタークリーナー、これインジェクションキャブレタークリーナーつってちょっとねシャバシャバした液状のやつなんですけどね、ちょっと最近インジェクション車を扱うようになって、こいつもね使ってみようかなということで使ってるんですけども、私泡の方が好きかもしれないというわけで早速今日ポチってます明日到着するけど、しばらくキャブやる予定はなかったんでね、いつ使うかどうかわかんないですけど、これヤマハのやつね、私好きなんですよね。なんかよく聞くというか、なんでね、今ドブ漬けしてこのなんつうかな、汚れとか落としております。本当にね、ガム状のこのなんつうスラッジというかな、カスがたまるんですよ。そういうのを落としてやることによって正しい系のジェット類になるんでね、アイドリングも安定するし、エンジンの回転も安定するっていう、よくこういうなんていうのかな、フロートチャンバー使って漬け込むっていうのをよくやるんですけどもね、なかなか無駄なものを使わなくていいんでで、今この画像に映ってるちょい乗りの、フロート黒い部分なんですが、これ折ると厄介ですよっていうか、手に入らないんで気をつけてください。私2回ぐらい折ってんのかな、2回3回折ったかな。ガソリンに浸る部分なんでね、接着剤も使えない、使えなくはないんだろうけども、折れると部品パーツで出てないんでキャブアッセンブリーになっちゃいますんで気をつけてください。ちなみにですが、まだキャブレター、メーカーの方で販売しております。価格の方が2万と100円、2022年9月末現在ですが、もうちょっと力かけただけでね、ポキって根元折れちゃうんでね、本当にこれ扱いは気をつけてください。キャブもね、新品って結構高いですよね。ジェット類はね結構安いんでね、あまりにもなんていうのかな、詰まりがひどいというか取れないようだったら交換しちゃった方が早いんでね、むやみにたまにキャブレター掃除用の棒とかあるんですけど、あんなステンレスのやつだと真鍮削っちゃう可能性があるんでね、よっぽどなんていうのかな、この気をつけてこするか、さもなくば本当交換した方が、確実かなとは思います。問題なのはあと細かい部分のね、空気の流入路、そこがね結構ね、今回もそうだったんですけども、雲が巣張ってたりだとか変な虫がね住み着いてたりしてね、通ってなかったりするんですよね。なのでね、そういった意味ではね、やっぱりそういう細かい穴のね流量をちゃんと掃除することによって多分キャブは復活してくれると思います。交換できるジェット類の、値段なんですが、2022年9月末現在、ジェットニードルの方が1800円、メインジェット45番なんですが、これが470円で、パイロットジェットこれ2段重ねになってて、長い方短い方ともに、各680円以上のジェット類の他に調子悪くなる部分の一つとして、パイロットスクリューの先端につけるオーリングがあるんですが、それがね劣化して割れちゃってたりして、異常に空気を入れちゃったりとかしてるって場合とかもあるんで、そこの交換もおすすめです。ちなみに、現在、メーカーの方でもありまして、1つ130円、これ NTB とか社外でもね出てるのがあるんで、それも、検討かな。でもあんまり値段変わらないんで、純正の方がやっぱおすすめなのかなと言ってる間に、ジェット類の取り付けが終わり、フロートバルブの取り付けまで終わろうとしています。これ微妙にね穴に入ってなかったんでね、マイナスドライバー、ちっちゃなマイナスドライバーで押し込んで完成とりあえずできました。フロートチャンバーを取り付けて完成なんですが、さっきも言ったんですけども、これフロート折らないように実は先にフロートチャンバーつけといた方が安全ですよ余計なことする前にっては思ったけどもね、私はね細心の注意払ってるんでいや払ってたら2回も3回も折らないか。でピストンバルブの収まるところにクモの巣が長期間放置するとね、こんなところにまでね昆虫たちは巣を作るのかって、クモは昆虫じゃないかね、虫たちはね本当変なところに巣作りますよね。この他にもね本当そこに巣作るっていうところに巣作られてましたね。後ほど
このあと2分かかんないかなぐらいで衝撃の映像が現れる衝撃の映像出ますんで、エアクリーナーの方もねキャブレターの方に取り付けたんで、車体の方に組み付けていきます。スロットルケーブルとチョークケーブル、これはプラス2本で止められるのと、キャブレターもねマイナス1本でね固定できるんでね、あとはホース類を取り付けて、ようやっとエンジンがかかるかどうかっていうところまで、やってまいりました。というわけでね、あとはタンクに燃料を入れるだけなんですが、ガソリンスタンドまで押していくのも面倒なのと、私はね、お友達がガソリンスタンドで働いているのでね、蛍光管で簡単に燃料が買えるんですよ。というわけで蛍光管から入れていきます。最初はね、何が起こるか分かんないんで 500cc 程度。この車体は後期型でして、不圧コックがついております。で、不圧のホースを、車体に取り付けて、キックをするんですが、おかしい、燃料が出てこない、プラスしてね、ホースが抜けるという。なんで燃料出てこないのかな。たらね、ホースの方がね、もう、割れて、なんていうのかな、不圧がかからない状態だったね。それと合わせてね、不圧のね、バルブがおかしいということでね、燃料コックまでは燃料が来てるんですよ、こんな感じで。でもね、なぜかホースから出てこないという、そんなわけないだろうと思ってね、ちょっとね、動画には映ってないんですが、口で吹いたんですよ、ホース。そしたら、なんか詰まってるってんでね、エア吹きました。本当にね、ポンですよ。なんかがね、住み着いてたみたいです。これでね、ちゃんとね、ホースから燃料が出るようになりました。で、このホースなんですが、ちょっと硬化しちゃってるんでね、硬くなっちゃってるんで、これはちょっと純正で頼もうか、車外で頼もうか、ちょっと迷ってるんですが、どちらにしてもちょっとホースの方は交換かなと。今回はね、とりあえず始動確認だったんで、そのホースをとりあえず取り付けて、エンジンの、確認をします。それと合わせてね、ちょっと不圧が言うこと聞かなかったんで、先端の方だけカットすれば、不圧ちょっとかかるんで、ちょっとホース短くなっちゃうんですけど、とりあえずエンジンテストの段階ですで、プライマリーの方にセットして燃料をキャブに、充填させました。で、キック一発目でね、いい調子かかるんじゃないということで、いかん忘れてたチョークを引いてやって、というわけで、マフラーもなければホースもね硬化してるしね、もう変えるとこ盛りだくさん、ちょっとやること盛りだくさんなんですが、とりあえずエンジンかかりました。いやー、よかったというわけで、今日の、晩酌、今日の晩酌はね、クレームドカシス、カシスのリキュールですね。それにこの業務スーパーで買った安い 100% 濃縮還元オレンジ、これを入れてのね、なんだっけこれそうカシスオレンジです。で、本当だったらね、これイタリア産のブラッドオレンジとかね使うんだろうけどもね、普通の普通の安いオレンジジュースを使ってるのね、ちょっと見た目色がねグロいカシスオレンジなんですがね、甘党のドラコ親父で、もう何でもいいんですよ、飲めりゃ。美味しかった。さて、いかがだったでしょうか。あんまりね時間もね取れないんでね、ちょっと長丁場になっちゃうかもしれないんですけど、よかったらお付き合いください。お見逃しないように登録お願いします。最後までご視聴ありがとうございました。ドラコヤジでした。